どうしましたモフ殿？あともうちょいで赤ニーズヘッグさん倒せるんだけど。すごいじゃないですか。驚きますね。でもこっからどう詰めればいいかがわかんないの。ならばジョルジュ殿ではなく、ニーズヘッグ殿のスキルを確認するのは、いかがでしょう。おっそれいいかもな。彼を知り己を知れば百戦危うからず、倒したい相手を知るのも大事ですよ。じゃあニーズヘッグさんのスキル見せて。お見せしましょう。これがニーズヘッグ殿の武器、毒の葬り手の軽減、です。ターン開始時と行動後に自身を中心とした縦横3列の敵に、モフ殿？わかるか。こんなん。モフ殿？モフですおこんばんにゃ。私はフリージの騎士、ラインハルト。ブラミモンド。ジョルジュさんでニーズヘッグさん撃破すべく、ニーズヘッグさんのことを知ろうとしましたが、テキストが長すぎて、判別不能。もはや、正直お気持ちはとてもよくわかります。なんでこうなったら、見つけてやろうではないか。総当たりで、一番ダメージの、出るものを。というわけで始まりました。ジョルジュ殿で一番ダメージを出せるのは何なのか選手権。エントリーナンバー1は、仁義と名高い白波の弓。条件を満たせば誰でもダイムサンができちゃいまする。しかしさすがに昔の武器なので、力不足感は否めん。いきなりいけちゃった。白波の強さはまだ健在ですな。他のスキルとの兼ね合いも良かったのでしょうが。強い。エントリーナンバー2、白波がいけるんならこっちもにゃんちゃん、白き風の弓。自身の有利な数の状態と、敵の不利な数の状態の数の合計値の2倍、攻撃速さが増加します。増加値に上限がないのがびっくり。驚きますね。ちなみにバトルの条件として、スタイル攻撃できる2ターン目に、ユーミル様にデバフ解除してもらってから動いてまする。あやな惜しいですが、撃破には至らず、HP1 で生存していますがこれはおそらく、ユーミル殿の祈り効果によるもの。本来なら2発目出す前に倒れちゃってますな。これまでか。兄さん、エントリーナンバー3、こちらも仁義と名高い金直の弓。移動前と移動後のマスの距離だけ強化される武器です。おかえり兄さん。奥義も発動しやすくなるので使いやすいのですが、全然ダメですな。移動しないスタイル攻撃とはすこぶる相性が悪い。マキ兄さんの雷神の右腕もこのせいで相性悪いんだよね。困りました。エントリーナンバー4、射的の弓、最近のお気に入りですな。有利な状態の数だけダメージプラス、現環境にとてもマッチしています。ちなみに自分のサポートキャラは、ボーナスのバレンタイン・エーデルガルト殿、紋章シリン殿、ユーミル殿、そしてセテス殿。実際にコントンシーズン攻めで使ったメンバーとなっておりまする。セテス殿以外はほぼデフォルトスキルです。おー。なんとじゃあジョルジュさんかっこいい。やはりダメージプラスは、強い。エントリーナンバー5は、ミドシの弓。攻撃が高いほどダメージプラスされ、さらに奥義以外のダメージカットを無効化します。一応最新弓なので期待大、と思いきや。振るわない結果に、やはり攻撃の 10% では心もとないですね。インフレ進んで攻撃もおっと漏れるようになったらにゃんちゃん。現状、射的の弓の方が良さそうです。どうして先に射的の弓を出してしまったのか。これがわからない。ではエントリーナンバー6、ダメージ増加の巻、ナーストレンド。ナーストレンドですね。ダメージプラスではなく増加なのですが。悪くはないのですが、やはりダメージプラスの方が上ですね。でも倒し損ねた中で、一番ジョルジュさんの HP 残ってるのはナーストレンドだね。ダメージカットへの対抗手段がない相手なら、耐久力の面でまだ価値はあるかと。そんじゃ最後、ジョルジュさんといえばこれ、エントリーナンバー7、パルテア。それはさすがに無茶ですよモフ殿。ところで影弓は？影弓は攻撃性能あんまないからな。攻め立ては強みですが、ダメージを与えられないのでは意味がないですからね。割愛させてもらいました。お許しください。それではパルテアの結果は？正直、意外と頑張ってない？驚きますね。今度は奥義スキル検証。参りましょう。ここからサポートキャラをセテス殿からハロウィンアスク殿に変更しました。セテスさんだと強すぎて、奥義出る前に倒しちゃうの。お許しください。奥義カウントを貯めやすいメリットもあります。奥義検証にぴったりだな。エントリーナンバー1、ブルーフレーム。撃破こそできなかったものの、結構頑張りましたな。奥義ダメージ加算ではなくプラスだったら、もっと攻撃力出ていたでしょうね。結構前に出た奥義だからしゃあない。エントリーナンバー2、火炎。守備の 80% を奥義ダメージに加算。80% も数値は高いのですが、撃破には至らず。ニーズヘッグさん硬すぎるの。困りました。めげずにエントリーナンバー3、獣といえばこれ、破天。敵が言う、獣の時は攻撃の 40% 加算。一見ニーズヘッグ殿に効きそうですが、惜しかったですね。これでもあかんよ。そもそもニーズヘッグ殿は、奥義を受けた時、通常時よりもさらにダメージマイナスできます。そうなの。なので、狙撃、玉射、天空、下手に奥義を放つとより火力が下がる現象が起きます。祈りがいいよって言われてるのそこか。そこです。実際武器編で装備していたのも祈りでした。今倒せなくなっちゃったけど。サポートがハロウィンアスク殿ではなくセテス殿なら、撃破できたでしょうね。つまり、セテスさんやばくない？強い。そんでは A スキル編。参りましょう。エントリーナンバー1、攻撃速さの完全。特徴は何といっても A スキルでの見切り追撃。驚きますね。
武器は白波、奥義はブルーフレームで検証。祈りではなくこちらをチョイスした理由は？そりゃもちろん、堪能できるからに決まってるじゃろ。ジョルジュさんの奥義セリフ。やっぱりそこでしたか。そこです。富だったのに惜しかったですね。攻撃速さの上昇値は高いですが、やはりダメージプラスが欲しいところ。そんならこっちはどうだ？エントリーナンバー2、新飛燕の演劇。燃える方じゃなくて燃えない方です。なんてややこしい。おお、さすがです。やはりダメージプラスがあると違いますね。有利な状態も不利な状態もバーゲンセール状態だしね。高級カリカリのバーゲンセールはいつでしょうか？アマゾンスマイルセールでやってた。かけよ。23、動画終わるまで待って23。23、スマイルセール、投資はしない。終わってました。スマイルセールは終わっても検証は。まだ終わりません。エントリーナンバー3、攻撃速さの費用。登場したのはもうかなり前ですが、いけちゃった。未だ現役で使える優秀なスキル。費用3の息長すぎない？強い。スキルのインフレは緩やかですな。逆に考えるのです。費用が時代の先を行き過ぎていた、と。費用3やって驚きますね。エントリーナンバー4、攻撃速さの備え。こちらは有利な状態が4以上あれば距離に関係なく反撃できます。ですがもう少し火力が欲しいところ。でも、これならスタイル攻撃されても反撃できるんじゃろ？そこです。他スキルでダメージを稼げるのであれば、備えや急反、強化増幅も選択肢に入るかと。目的に応じて変えるべし。お次は B スキル編。参りましょう。エントリーナンバー1、速さの吸収。なお、A は演劇固定とさせていただきます。さてその威力は、ぶっちゃけ何回か攻撃してるから。結果は存じておりました。古の神器、白波の弓でこれほどの火力が出せるのは、速さの吸収のおかげでしょうね。相性いいよね。諦めろ。ダメージプラス速さの 20% がありがたいですな。では他のスキルだとどうなるのか。エントリーナンバー2、差し違い4。最初に受けたダメージを軽減しつつ、軽減前のダメージの 30% 分を次の攻撃にダメージプラス。いってるかなと思ったけど、足りませんでした。面白いかと思ったのですが、残念ですな。エントリーナンバー3、リのヘビ毒。自分が与えるダメージプラス敵の守備の 20%。なお戦闘開始ダメージは3つ効果で回復されます。撃破ならず、でしたか。反撃も痛いし、なんとかなんないかな。でしたらこういうスキルは、いかがでしょう。エントリーナンバー4、風投げ。今環境にいると守り手でいって、近距離かつ流が少ないのでかなり有効かと。反撃されないのは大助かりだけども、これじゃ意味がない気がする。もう私は必要ない。そんなこと言わないで風なぎさん。風投げ4の登場に期待、でしょうか。もし出たらどうなっちゃうんだろ？暴れすぎたらそれはそれで、反撃不可無効ばらまきコース突入しそうで。あり得る。エントリーナンバー5、奥義の螺旋。奥義以外のダメージカット無効にダメージプラス5まで。実装当初は文字通り無双しておりましたが、今は見る影もありません。あんなに強かったのに。相手によっては刺さるのですが、ニーズヘップ殿には相性が悪かった模様。エントリーナンバー6、多分厳しいかなと思うけど一応実験、不動。モフ殿の予想通り、厳しい結果に。だよな。少なくとも今使っている白波の弓、不動と全くシナジーがありません。そんなら速さ系の不動、刹那は、と思うじゃん。刹那のダメージプラス7は敵から攻撃された時限定です。今回の条件と相性が悪すぎましたな。もしかして B スキル編、ニーズヘップさん倒せたのって速さの吸収だけ？はい。じゃあ B はほぼこれ一択ですな。よほどの低速タイプでなければ継承してみては。いかがでしょう。それではラスト、C スキル編。参りましょう。B スキルは速さの吸収固定でいきまする。だいぶ固まってきましたね。ではエントリーナンバー1、富士の減塩。奥義を除く祈り効果を無効。なかなか強力な効果を持つスキルではありますが、火力に貢献できないのが悩ましいところ。そもそも C スキルって、そんな火力アップ系スキルあるっけ？昔はコブや紋章効果のイメージでしたが、今は進化しましたよ。例えばエントリーナンバー2、始まりの鼓動、刃、戦闘中攻撃と速さが奥義カウント最大値プラスに増加します。じゃあ今はブルーフレームだから。3プラス2でも増加です。その結果、すごい倒せたよ兄さん。ブルーフレームではなく祈りを装備すれば、もっといけちゃう。ってこと？そこです。じゃあこっちもいけるんじゃない？エントリーナンバー3、鍛錬の鼓動、刃、ターン開始時、攻撃と速さがターン数 ×2 強化。ターン数がちょいと足りないかもだけど、いいとこまでいけるっしょ。そう思うのも無理はないと思います。あれ全然倒せてないよ。実はですね、始まりの鼓動、刃と鍛錬の鼓動、刃、とても似ているようで大きな違いがあります。その心は？始まりの鼓動は、増加、鍛錬の鼓動は、強化、です。どっちも一緒じゃない？いいえ違います。増加は紋章系効果、強化はコブ系効果です。ごめんちょっと何言ってんのかわかんない。お許しください。うまく説明できているか自信がないのですが、有識者いくらの皆様、コメントで補足訂正よろしく。コブはステータスの数値に直接プラスされるので、範囲奥義の火力もアップします。多いじゃん。代わりにコブバフは重複しないので、同時にかけても適用されるのは最大値のみ。ほうほう。今回、紋章師リンドのが攻撃速さ6のコブバフをお持ちなので、鍛錬の鼓動のバフは無意味でした。じゃあ紋章バフは？こちらは結果予測の下に表示されております。あ、そこか。そこです。
紋章系はいくらでも重ね掛けできるので、始まりの鼓動の増加分は仕事をしていた、というわけです。なるほど、分かったような分かんないような。もっとわかりやすい言葉で説明できる方、コメントお待ちしております。よろしくにゃーん。じゃあこっちなら大丈夫？エントリーナンバー4、海陸の鼓動。これなら紋章系バフなので鍛錬より火力は出ますよ。おお、ほんとだ、いいとこ言った。敵に確実にデバフをかけられるならこちらもありですね。そんではエントリーナンバー5、速さの波、なんといっても C スキルで見切り追撃できるのが魅力です。でも、火力には貢献してくれないな。でしたら3ターン目に攻撃してみるのは、いかがでしょう。なんで？速さの波、普通は2ターンの時速さプラス6になるので、速さの吸収効果が上がるかと。というわけでやってみた結果、倒せはしませんでしたが火力は上がりました。どうしても自前で3つつけたい時はあり、続きましてエントリーナンバー6、攻撃速さの新庄。コブ系と紋章系、両方のバフがかかります。奥義が発動しやすくなるのも魅力。ギリギリだけど撃破もできたよ。それは良かった。というわけで色々試した結果、これに行き着きました。射的の弓、祈り、演劇、速さの吸収、始まりの鼓動、刃。A と C は選択肢あるけど、 B は速さの吸収がベストでした。そして何より大事なのが、セテスさんを添える。そこです。やはりダメージプラスは偉大。その一言につきますね。もしかしたら今回ダメだったスキルも、組み合わせ次第で輝くかもしれません。もしこういう構成でニーズヘップさん倒せたよってあったら、お便りに送ってみてね。もしかしたら動画内で取り上げるかもしれません。これで怖いものなしですね。と思うじゃん。違うのですか？この構成だったら、今度は強心ヘックンを倒せないんだ。困りました。強心ヘクトル殿はニーズヘップ殿と違って、奥義を出してもいいので、構成を変えてみては。いかがでしょう。そう思ってこうしたんだけど、全然足りないの。モフ殿バレンタインエーデルガルト殿を待機させてみてください。こう？おや？デバフがかかりました。この状態で攻撃してみると。おお。倒せるよ兄さん。おめでとうございます。宴だ。どうしても足りないなら、味方の力を借りれば良いのです。とんでもインフレ環境だけど、スキルやサポーターもインフレしてるから、頑張れば推しでもなんとかなる、のかな。もしこの動画が推しで勝てないという召喚士殿の希望になれば、光栄に思います。面白かったらチャンネル登録高評価ボタンもポチってほしいやで。それではご視聴ありがとうございました。投票対戦、強心ヘックン VS 強心ミステラちゃんだって。ニーズヘップ殿が負けるとは。驚きますね。召喚師たちの本気を見た。さすがです。